こちら、これです。国税職員が税務調査の相手から金をもらい、協定で 8.6 億円をかけ、脱税する事件が発生しました。何してんねん。脱税を取り締まる税の番人がまさかの脱税。そこでこの動画では、国税職員によるマネー不祥事の衝撃度ランキングを発表し、事件の内容をもとにこの問題を完全に解決する方法を予想します。国税職員のマネー不祥事はあまりにも多いので、2020年以降の事件をランキング対象にします。第6位は、2025年7月、国税職員が滞納者宅を訪問し、現金で徴収した税金を繰り返し着服した。税金の支払い方法は、会社員は給料から天引き、確定申告する人は金融機関の窓口で納付したり、口座振り替えしたりするのが一般的です。一方、税金の滞納者に対しては、国税職員が自宅に訪問し、その場で現金による納付を受けることも認められており、通常業務として行われています。この事件は、国税職員が滞納者の自宅に訪問して現金を受け取り、改ざんした領収書を手渡すことで税金を受け取ったように見せかけ、受け取った現金を自分のポケットに入れて着服し、オンラインカジノにつぎ込んだ事件です。国税職員は着服したお金を穴埋めするために犯行を繰り返していましたが、納税者から税務署に問い合わせが入ったことで事件が発覚しました。第5位は、2024年4月、国税職員が育児休業中に無許可で自動車62台と携帯電話4台を転売し、売上約2億円を得た。日本の法律では、国家公務員は原則として許可なく営利目的の事業や兼業をしてはいけないと定められています。この事件は、車好きの国税職員が中古車価格が高騰していることに注目し、育児休業中にネットオークションや中古車販売店などから車を仕入れて転売しまくり、売上2億円を叩き出した事件です。第4位は、2020年12月、国税職員が学生と共謀し、虚偽の確定申告書を約250件作成して持続化給付金を不正受給。家宅捜索で大麻が見つかり逮捕。持続化給付金は2020年にコロナウイルスの影響で売上が大きく減った中小企業や個人事業主を支えるために国が現金を給付した制度です。返済は不要で事業費としてなら何にでも使えます。この事件は国税職員が学生と共謀して起こした詐欺事件で、まず犯人は学生を個人事業主に見せかけて虚偽の確定申告書を税務署に提出させ、税務署に受理された確定申告書の控えを作ります。その控えを使って持続化給付金を申請し、不正受給を実現しました。警察が大学生の持続化給付金詐欺を捜査していく中で、虚偽の確定申告書を作っている人物が現役の国税職員であることが判明し、家宅捜索で大麻も見つかり、詐欺と大麻所持の容疑で逮捕されました。第3位は、2024年6月、国税職員が勤務中などにオンラインカジノで約9万8000回、掛け金2億円超の賭博をし、利益を無申告。日本の法律では、日本居住者が日本国内からオンラインカジノに接続して金銭をかけることは違法であり、賭博罪が適用されます。この事件は2年間にわたり、国税職員が勤務時間中に自分のスマートフォンを使ってオンラインカジノで賭博をしていた事件です。約2年間で9万8000回なので、単純平均すると1日100回を超えるペースでかけていたことになり、掛け金は総額2億円を超えました。さらに得た利益を確定申告せず、上司との面談をきっかけに事件が発覚しました。第2位は、2022年6月、
国税職員らが学生らを個人事業主に見せかけ、虚偽の確定申告書を作成して約2億円の持続化給付金を不正受給した。国税職員による持続化給付金詐欺再び。前回からわずか1年半後に同じ手口の詐欺事件が発生しました。まず、国税職員を含む犯人グループは SNS で国の給付金をもらって暗号資産に投資すれば儲かると宣伝して高校生や大学生を集めました。そして学生たちに暗号資産投資で収入を得ている個人事業主として虚偽の確定申告書を提出させ、税務署に受理された確定申告書の引き換えを使って持続化給付金を申請し、不正受給を実現しました。不正受給の総額は2億円規模で、主犯格の男はドバイに逃亡していましたが、帰国時に逮捕されています。そして第1位は、2026年8月、国税職員が税務調査の相手から巨額の金を受け取り、それを資金に協定にのめり込み、自ら1億円超を脱税した。船券の購入総額は8億6千万円。いい加減にしろ。なんと今回の事件が衝撃度ランキング第1位となりました。国税職員は税務調査で資産家の高齢女性と知り合い、総額1億5千万円の現金を複数回に分けて受け取り、それを資金に協定にのめり込み、総額8億6千万円の船券を購入して、払い戻し金などで3億3400万円の所得を得ました。しかし、国税職員はその所得を申告せずに、所得税約1億3500万円を脱税しました。ちなみに住民税は別です。このように国税職員のマネー不祥事は後を絶ちません。国税職員の立場や税務知識を利用した事件は他にもたくさんあり、被害は悪化している印象を受けます。以上を参考にこの問題を完全に解決する方法を予想すると、国税 AI ブロックチェーン化。こうなったら連帯責任で国税職員 5.6 万人全員クビにして、税務署は全部 AI とブロックチェーンに置き換えるです。不祥事の根底にあるのは、人に権限が集中していることと、手作業や密室での取引が残っていることです。いくらコンプライアンスを徹底したとしても、国税職員が優越的地位を持ち、現金でのやり取りや紙の領収書、個人の裁量を挟む余地がある限り、買収やら着服やら虚偽申告などを根絶することは不可能です。しかし、この構造的欠陥は AI とブロックチェーンの組み合わせによって技術的に完全解決できます。AI で審査を完全自動化して公平にすることで、国税職員の地位や知識の悪用を防止でき、ブロックチェーンで税務記録は改ざん不可能になります。これによって国税職員による不祥事がゼロになると同時に、国税職員 5.6 万人の人件費や管理コストが大幅に削減され、国民へ還元できる巨大な財源を生み出すことにつながります。さらに、国税職員が税金から給与を受け取る側から民間で付加価値を生み出して税金を納める側へ移れば、歳出削減と税収増の両方が起こります。以上、国税職員によるマネー不祥事の衝撃度ランキングと不祥事問題を完全に解決する方法でした。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。X やブログもしているので参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。